はい、こんにちは。今日はグリップのお話です。ボーングリップね。これを魔法のグリップとしてすでに動画でご紹介してますが、そのボーングリップの進化型ですね。さらにそのちょっとした細かいところを今日は説明させていただきたいと思います。でこのグリップは本当全てに万能なんですね。パター、アプローチ、それからアイアンショット、そして、ドライバーで、どういう効果が一番期待されるかというと、とにかく方向性、それからミート率、この安定感です。結局クラブって重いしヘッドも効いてるのでね、テイクバックの時に、自分の意思でスッとこう上げるんですが、その時にね、やはりこのスピードっていうのは人それぞれだと思うんですよ。早く上げちゃう人、そしてゆっくり上げられる人で、グリップの握りも強かったり弱かったりしますから、強い人はね割とスッとこうシンクロして上がりますけれども、グリップの握りの強さが弱い人というのは、そして速い人というのはこう遅れますよね、クラブヘッドが。それはスタートとこの切り返し両方に起きるわけですね。そこでボーングリップをすることによって、こう右手の親指の骨でねスッと上げるっていうことをずっとやってきて、ドライバーもすごくいいんですが、やはりこの切り返しのところで少しこうグリップが緩んでいるとね、切り返しでこう少し力が入って突っ込んでみたりねするんです。そこでなんかいい方法がないかなと思って、前々からパターンの時に少しこう絞るってお話をね、してたんですが、どうしてもその絞りすぎると右手がウィークになってしまうので、やはりね右手の親指と人差し指でできるこの V のラインはね、こう顎もしくは右肩を指すっていうことがすごくもう長い間刷り込まれてるので、それを否定するのにねすごくこう時間がかかりました。ただ何度かねこう絞り込んでみて、これじゃあちょっとウィーク気味だなと思いながらも、絞った時の方がいいんです。むしろそこで、今回少し練習をしてねコースでも試したところ、この親指と人差し指でできるこの線、ボーンにしてますから少し V になりますけれども、これは顎とか右肩でなくて左の肩を指していい、そのぐらい両方の手を握った後ですね、左手はフックはもう全然 OK です。で右手はスクエア気味でボーンで握った後にですね、少しこう絞り込むんです。握り方を近くでご説明しますと、普通のねスクエアのグリップってこういった形で、こうじゃないですか。こういうグリップをずっとねモデルグリップ等で教わってると思うんですよ。でそれをボーングリップで私はこれを推奨したわけですね。これによって重いクラブでもスッとシンクロして上がりやすいですよ、打った後もグッと押せますよって言ったわけです。でさらに今回ご紹介するのはこのグリップをさらにお互いにですね雑巾をこう絞るように、ほんと1センチぐらいです。握った後にさらに内側にこう絞り込む。そうするとこの V の線ですね、これは顎とか右肩というよりも左の肩を指すと思います。で極端なこと言ったら右手のひらってターゲット方向って言いますけれども、それが極端なこと言ったらもう下の方を指す、完全な下ではないんですけれども、斜めもう左ではないです。明らかにもうこのように下を向いてます。で下を向いた状態でそのまんま上げますので、右の手のひら右向いて、右の手のひら上向いて、いわゆるシャットに上がるんですよ。もう本当にこの今までねどうしても右手をこうフックに握ってるから、どうしてもトップでこう気持ちが悪かったのね。でも最初からこうやってシャットにしてますので、そのまんま上げるだけです。ですからすごくシンプル、何も操作しないでこのまんま上げる。そしてじゃあこれで右行くんじゃないのって、これ左手をねフックに握ってるんで、お互いにこう絞り込んでますから大丈夫。まずねアプローチから
アプローチは左手フックでしょ。そして右手ボーンにして、でこうで圧力としてはこの辺り、左手の親指の付け根の辺りのこの辺の肉ですね。それと右手は生命線の一番手前の手首に近いところがぴったりこう圧力がかかってきます。圧がかかった状態で、あとはね、もうまあ右肩上げて右肩ですとかいろいろやりましたけども、本当三角形、この逆三角形をもうキープしたまま、もう全然緩まない。まずスタートが緩まない。絞ってるから緩まないで、この三角形もちょっと意識してますけど、スッと上がるのね。そして切り返してもしゃもしゃしないんです。こうふわっとしないし、このローテーションが入る。もう最初からこうシャットにしてますので、このまんまこう右手はこういきます、ね、アプローチ。私もね、どうしてもアプローチがね、まあ、フラミンゴやったり右の肩でこう打っていくとかいろいろね、他の動画でも、上げてるんですが、もう完璧なフィーリングが出ないのはやはりね、グリップが緩んでるから、ここのスタートの時にちょっと早く上げたい時にもそっとして、切り返しの時にちょっとクッとこう早く下ろしたがる間がない時にコントロールが効かなくなる。でそれをこの絞り込みにして、すごくスムーズ、すっごくスムーズです。これね、ぜひお試しください。今ねアプローチやりましたが、これからちょっとドライバー打ってみますね。ドライバーもいいんですよ。スライスしないの？スライスしないんです。ドライバーもすごくいい、はい。左手は少しフック気味ね。で右手ボーンで握った後に、今までもこうでしたよね。こうなんですけど、それをさらにこう絞るんです。お互いに絞るんですけど、左手はわずか、右手の方がぐーっと最後絞り込んでいく感じで、それによって右手こう上がりやすいじゃないですか。もう絞ってあるから、これでこう左にねじっていくよりも、こう構えてこうね、ちょっと左にねじりながらじゃないと右の手のひら右向いてシャットに上がらないじゃないですか、ね、最初にちょっと左に絞ってあるから、もうそのまんま上げるだけなので、シャットに上がります。これでもシャッと上がって、しかもこういう絞り込みの圧力がかかってるので、指をしっかり握らなかったとしても圧が来てますから大丈夫。もうここもそうです。最初のワックルの時でもなんかもうフラフラしません。ちゃんと圧力かかってますから。方向性がいい。ちょっと低いけど267ね、もう一回言ってみますね。ボールスピードが 67.2、ヘッドスピードが 45.7。 もう一回いきます。絞る。いやー、すごく振り切れる。切り返しもいい、スタートもいい、安定してるんですよ。さっきよりちょっと出ましたね。268 さっきよりちょっとね。はい、どうでしょう皆さん。普段の握りでウィークグリップって、右手ウィークってもうとにかく我々世代のね感覚だともう絶対ありえないと思うんですよ。ね、ウィークじゃスライスしちゃうでしょって、そんなことないんです。左手だけフックにしてもらって、右手はボーンにしてもらって、これね、ここで持ってもらった後に少しこうお互いに絞り込むんです。でね、パターの時はクロスハンドでもできないことはないんですが、一応普通のグリップで絞り込むことをお勧めします。でパターはそこまで圧かけないでじわっとやってみてください。それだけで今のパターのヘッドの重さと、それから切り返しのですね、結構な重さが 550g ぐらいあるね、マレットとかブレード系でも重いです。その重さに対してグリップが緩まないでシンクロして上がるんですよ。手とヘッド、クラブ全体がシンクロして上がって、シンクロして切り返せるというね。ですからやはりコントロールが効いて、こうヘッドが重いからこうかぶったりね、そういうことがないです。当然アプローチもそうですよね。
ここでヘッドが重くてこう入って止まっちゃって、あるいは早く動いちゃうっていうのがなくて、しっかりと最初にまずコントロールして、切り返しもちゃんとコントロールできてるから、本当に手の感覚に近い感じでクラブを操作できるんです、ね、皆さん、魔法のグリップ、ボーングリップから新魔法のグリップ、少し右手をウィークにして絞り込むというね、今日はご紹介でした。ぜひお試しください。これね、これによって方向性、ショットの安定度、アプローチ、パター、アイアンショット、ドライバー、すべて、フェアウェイウッド、すべてです。このグリップでいけると思いますので、ぜひお試しください。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。面白かったらグッドボタンの方もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。